2017年4月、新たなカードバトルの時代が幕を開ける。戦いを見届けるため集まったのは、ハライチ岩井、仮面女子月野モア、桜由紀、そして声優界最強と言われるバトスピプレイヤー檜山茂雄。前代未聞の賞金100万円をかけたカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームとは、カードゲームバトルスピリッツのユーザーが3人1組でチームを結成しバトルを行う。用意されたのは3つのステージ。1つ目の 3on3 ステージでは、ユーザーチーム同士がバトルを行い、先に2勝したチームの勝利。勝利チームはガーディアンステージに進出。番組が用意した6名の資格ガーディアンからランダムに選ばれた3名全員に勝利すればキングステージに進出。最後はバトスピ最強バトラーキングに挑戦し、見事勝利を収めれば賞金100万円。それがバトスピエクストリームゲーム。じゃあアタックステップあります、はい、アタックします。起動でソウルコアをトラッシュに置きます。はい、マグナマイザーでアタックするときに、はい、トリプルアルティメットトリガーします。はい、ヒット、はい、ヒット、はい、ヒットです。カウンターはないです。じゃあ負けました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやー、決まりましたね。ソウルドライブで相手のスピリットを全て破壊して、相手が何もできないうちに倒してしまおうという今回の戦術です。はい、ボコボコにしようということですか。そうですね、相手がスピリットのデッキであれば、はい、セイバーコルトという黄色いスピリット、相手の効果を受けないので、このスピリットをフィールドに置いておいて、最初の3ターン4ターンをしのいで、あとは5点一気に奪いたいと思います。先攻はチーム長島木下三郎さん、後攻チーム鳥取勢からは門脇さん。ゲートオープン開放。じゃあ先行でどうします。どうぞ。何でしょうか。これ最初のドローが大事ですよね、本当に。大事ですね。トップドロー。メインに入ります。そうですね。これは何もしなくていいかな。難易度。あ、これは何も展開しないでそのままターン返しましたね。あ、何もしなかった。リフレッシュステップ、メインステップ。あえて出さなかったのか。あえてしなかった。それではさあ対する門脇さんどういう。メインステップでフラッシュの、アクセルの効果を使います。これはですね、アクセルを多用しているデッキでよく使われるカードですね。自分の手札の中にあるアクセルを持つスピリットカードを手元にオープンすることでワンドローすることができます。ではこの効果で妖精神官アンドロメダをオープンして1枚ドローします。これでエンドステップ終了です。では、いただきます。スタート。リフレッシュしてメインに入ります。相手何もしてないし、これ MV かな。難易度。はい。ではスタートステップ。また何もしないですよ。これは重いんでしょうか。ドローステップ。どうなんでしょうね。返しを狙っているのか。カウンターでやろうとしてんのかな。メインステップです。これはちょっと門脇さんも怖くて手出せないかもしれないですね。何されるか分からない。何もすることありません。エンドステップ終了です。はい、いただきます。スタート。門脇さんも終了。どうします。奥手の戦いが続いてますよ。奥手の戦いですね。ドクロスリーパーを召喚します。軽減難易1コスト。はい。レベル1で。ドクロスリーパーですね。これは初めてスピリットソウル
究極というものを持っています。究極？はい、自分がアルティメットを召喚するとき、このスピリットにアルティメットシンボル1つを追加します。竜魔王イビールフリードを召喚します。スピリットソウル究極で、究極シンボル1個出て、これ緑系があるんで3コスト。はい。で召喚時アルティメットトリガー。召喚時トリガーというのを持ってます。トラッシュのコアをすべて今出したイビルフリードに乗せることができるんです。なるほど、それは強い。はい、ロックオン。コストは5でガードです。でこれでターンエンド。はい、ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ。持ってない。木の起源流でこれも強力な効果です。支払って召喚します。召喚時効果、はい、自分の手札にあるスピリットカードマジックカード3枚までをオープンして手元に置きます。この効果でオープンしたカード1枚につき自分はデッキから1枚ドローします。恐ろしいのはここからです。それがアクセルカードだった場合、そのアクセルを使用することが可能です。3枚3枚の強力なカードが1枚見えてます。そして効果は続きますね。はい、クレアシオンですね。これはですね、ターンの間スピリットアルティメットすべてを BP マイナス1万3000します。でこの効果でゼロになったスピリットアルティメットすべてを破壊して破壊したスピリット1体につき自分はデッキから1枚ドローします。この効果で BP ゼロになったスピリットアルティメットすべてを破壊、はい、これ破壊されました。そうですね、1枚ドロー。破壊いっぱいするのは何もないです。はい、どうぞ。分かりました。これで、見てる通り終了です。手元に置いてあるカードも手札として使うので、すごい数のカードを持っているという。実質手札11枚ってことですよ。そういうことです。すごいですね。スタート。ドローします。はい。木下さんはもうおよそ2万のカードの中からデッキを作ってきた。ターンエンド。なるほど。そしてそのまま何もせずターン返しましたね。あら。ちょっと読み合いがすごいんじゃないのこれ。セーバーコルトを手元から召喚します。1経験あるので2コストで召喚します。それでは続けてネクサス顔の縄文を軽減2があるので1コストで大丈夫です配置します。同じくもう1枚顔の縄文をします。顔の縄文はスタートステップ時に自分の手札からスピリットカードマジックカードを手元に置くことで1枚ドローします。また増やすんだ。コルトの上に2個は乗せます。レベルは上がりませんが、これでエンドステップ終了です。ドローします。探索者カゲロウシーカーを召喚します。はい。召喚時効果、召喚コストにソウルコアを使用するとデッキを3枚オープンして、その中のアルティメットカードを1枚手札に加えます。残りは破棄します。はい。ドクロスリーパーリミテッドバリア闇騎士ダスクドラゴン、闇騎士ダスクドラゴンはアルティメットなんで手札に加えて残りのカード破棄します。どうぞ。ちょっと出してよ木下さん。なんか出して。さあ木下手札が今5枚ですね。5枚ですね。ちょっとコアが足りないんですよね。ライフが減ってないから相手も結局攻めてないのでライフを削ってない分コアがどうしてももう増えてない状態なんです。ターンエンド。はい。ではスタートステップ、コアステップ、はい、ドローステップ、コアステップ。忘れてた後で。ああもったいないな。これはよくあります。青の縄文みんな忘れてしまうんです。あ、そうなんですか。はい、スタートステップにやらなければいけないので。する。はい。あら。厳正なルール上。イージーミスですね。イージーミス。アクセルです。アクセルです。トラッシュにある黄色のカード1枚を手札に戻す。この効果発揮後、続けて今回収したデルフィニュートをコストで召喚しますね。また3枚オープンこれまたしますかね。1枚、2枚。ロゼット3枚。ロゼット2枚。はい。そうですね。これで3枚ドローします。では続けてですね、バーリンのアクセル効果。自分の手元にあるスピリットカード1枚を手札に戻します。この効果で戻すのは妖精神官アンドロメダ。アンドロメダというカードはやっぱり使い回すことができるんです。黄色ではよくこれをループというんですが、そのループするために必要なカードを手元に置いといて再び回収してまたループをするという。なるほど。ぐる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 回すんですね。エンドステップ終了です。はい、いただきます。スタート。ドローします。はい。なぜ門脇さんは全然あんなに揃ってて攻撃しないんですか？おそらくキーカードと言われるカードがお互いの敵には存在するんですが、そのカードを引けてないもしくは召喚できない状況にあるかもしれないですね。コップしたいけどできない。そうなんです。ネクサス邪神域を配置します。今ちょっと動きましたね。邪神域というネクサスを貼りました。あ、これ何ですか？アルティメットの召喚条件をあのネクサスを披露することによって召喚条件無視します。へえ。これなんか突破口じゃないですか？
ハンド。はい、では1枚目の顔の縄文の効果、お互いこのターンもしくは次のターンが決め手になるターンになるかもしれないです。自分はデッキから1枚ドローします。続けて2枚目の効果があります。状態違うのに。 3個と、はい、そして1枚ドローでは、コアステップ、はい、ドローステップ。これこんなに引いてるのに門脇さんも攻めてこないところにキーカードを引いてないかもしれないです。気が悪いんですかね。可能性はありますね。お互いね。それではメインステップですが、7を召喚します。召喚時効果で手元にある緑、青、そして黄色のアクセルカードをすべて手札に戻すことができます。あら、これまたループしちゃうあれじゃないですか。そうです、ループです。ではアクセルを持つ黄色のスピリットカード4枚を手に回収しました。もう置けないぐらい手札に。あとはもうキーカードを待つばかりですね。コルットの上にコアをそうですね自解して、はい、お互いかもしれませんがライフ5点一気に持っていこうとしてるかもしれません。どうします？そういうターン返します。リフレッシ木下さん、さあこのターン重要ですよ。ュ。目に入ります。邪神域出てますからね。コアもなかなか増えて。邪神域のレベルを上げます。セットしてないから。はい。厳しいですね。極限の4魔境ブラムザンドを召喚します。はい。アタック来ましたね。これは一気にブラムザンドだ。じゃアタック時ソウルドライブ。はい、相手のスピリットをすべて破壊します。わかりました。じゃあこれその通りですね。いったソウルドライブだ。来ましたね。来たぞ。ブラムザンドに乗っているソウルコア。はい。これをゲームから除外することで相手のスピリットをすべて破壊します。そして次の木下さんのスタートステップまで門脇さんはスピリットを召喚することができません。いやー。なるほど。スピリット破壊。破壊されました。コルトは相手の効果で破壊されないのでコルトは残ります。で私の次のスタートステップでそちらはスピリットカードを召喚できなくなります。わかりました。で BP が今16000ですね。何があれば。はいライフでいけます。ではこれでカード強烈ですハエンドね。わかりました。ではスタートステップ顔の縄文の効果を特に使います。ブラムザンドのソウルドライブというのはセーブコル相手のデトをオープンして1枚ッキがスピリット主体のデッキだった場合強烈に刺さります。で見たところ2枚目スピリット主体のデッキです。そうですよね。リーバーシンフォニーをオープンして1枚ドローマイナス7000マジッドロースそれはテップブレイブしてないカードには効かない。ブレイブしてなくても7000以下であれば破壊しまブレイブす。はい。だがしかしスピリットが召喚できない、はい、アタックステップ終了でエンドステップ終了です。リバーシンフォニーと白鳥防壁というのが見えてますが、邪神域のレベルを上げます。で、闇式ダックスドラゴンを召喚します。でこれも召喚条件3以下なんですが、邪神域の効果で寝かせて、召喚条件を無視します。で3コストで、ダスクドラゴンを召喚。続いて木星神剣ジュピターセイバーを召喚します。今展開しました。これで緑になるので、2コストで召喚。ブレイブの召召喚時喚時効果、自分のアルティメットに1個ずつ1スコアを個ずつを自分のアルティメットすべてに置きます。 3個白鳥防壁もう1枚ジュピターセイバーを。自分出せばもう1枚ありました。もう一枚。いや今のこのターンで6個増えたってことですか。大丈夫です。これブレイブします。はいネオダブルドローを使用します。これ赤くなれるんで2コストで。で、自分のアルティメットがいるんで3枚でいくからセットでね。もう一度ネオダブルドローを使用します。また3枚用意します。もう一度3枚引きました。また3枚引いた。今召喚できないこのターンで倒したいんじゃないんでしょうかね。シンボルは足でまずりています。インファナルウィンドを使用します。今ソウルコアが除外されているので、相手のスピリットを全部移動させて自分のアルティメットにコアが3個ずつ増えます。3体いるので9個増えます。うわコアめちゃくちゃ増えたじゃないですか。ソウルコア除外されて召バ喚できないっていうことまでじゃなかったんですね。その後もあるんですね。除外させた後。極限博ゼルフィニュートデフェイですか。召喚時、自分のソウルコアが除外された時に、極限の4魔境ブラムダンドのソウルドライブを発揮させます。門脇さんはまた次のスタートステップまでスピリット召喚できません。辛い。2ターン何も邪神王デスピアーズを召喚します。デスピアーズが召喚されました。邪神王ですね。召喚条件自分のアルティメット2体以上。これはレベル4、5になると相手の効果を受けないんです。極限の4魔境ブラムザンドでアタック。レベル 4BT26000 ダブルシンボルです。わかりました。手元からリーバーシンフォニーですね。3コストで対象は
相手のブレイブスピリットブレイブアルティメット一体のブレイブすべてを分離させます。指定するのはこれ効かないんで、はい、しかないですね。そうですね。はい、じゃあこれ指定されたので分離します。はい。じゃあこれは残さずトラッシュに行きます。マイナスどうしますか。はい。ではマイナス7000の効果を、じゃあこのままブラムザンドへ。フラッシュこちらないです。ありますか。はい。ではエクレアシフォン。はい。マイナス1万3000円。エクレアシフォン強力なアクセルでは、相手のスピリットアルティメットすべてを BP マイナス1万3000します。ここが1万3000。召喚せず攻撃してますね。はい。これが黄色の怖さですね。そうですね。はい。破壊されてスピリット1体なんでワンドローと。はい。1枚ドローをもらいます。でこれが1万3000下がっちゃったので、ライフで受けます。はい。はい。ターンエンド。ではスタートステップ。門脇さん耐えました。引いてはおりますがなんか出ないですね。ね出させてもらえない気がしますね。そうりゃそうです。出したら死にますもん。ですね。では2枚目顔の縄文。はい。白鳥防壁。そして1枚と白鳥防壁。ではコアステップ。ドローステップ。リフレッシュステップ。できることがないですね。エンドステップ終了です。はい、できます。スタート。ここはドローします。失礼。ここで木下さんがまた先ほどのデフェールがもう1枚あれば、邪神器を配置します。そうですね。次のターンも召喚できませんから。召喚できないってことになる。続いてカギロシカを召喚します。で、ノコソで、デフェール、はい、召喚時効果、ブラムタンドのソウルドライブ。次の私のスタートステップまでそちらスピリットカード召喚できません。闇火ダスクドラゴンを召喚するときに邪神域を披露させて召喚条件を無視します。召喚。極限のマークをブラムザンドを召喚するときに、披露させて、召喚条件を無視します。はい、アタックに入ります。はい、ブラムザンドでアタック。僕お世話になってるので、2万1000です。アタック中何かあれば。わかりました。じゃあフラッシュタイミング。はい。同じくディーパシンフォニー。はい。マイナス7000。今8000になりましたね。ですね。正直言うと木下さんは最初の1、2ターン目で相手の敵分かってたと思います。では最初のターンで奈良を召喚してアクセルの効果使ってました。奈良を使うカードといえば花回り。BP を1万3000下げます。これは破壊されますね。ですね。これが今1万2000なので破壊対象ですね。これが2万7破壊。小学校の先生らしい。そうですね。1枚ドローします。じゃあもう生徒も応援してくれてるんじゃないですか。手札がいっぱいの手札が生徒に見えます。こちら何もないです。白鳥防壁使います。あ、使いましたね。白鳥防壁。ソウルコアをコストの支払いに使用しましたので、このターンの間自分のライフは1しか減らない。何もないです。こちらもないです。アタック中。はい。ライフでいきます。ハエンド。はい。スタートステップ。これ何ターンもかかってますね。続けて2枚目。出来大丈夫これ。オープンドロー。ドローステップ。では、バーニンの、フラッシュでアクセル効果ですね。エクレアシフォンを手札に戻します。続けてバーリン。もう1枚バーリン。そうですね。エクレアシフォンを手札に戻します。2連打する効果がある。エンドステップ終了です。はい、いただきます。はい。ドロー。リフレッシュ。極限の4魔境ブラムザンドレベル 5BP3 万1000のアタック。フラッシュ。はい。白鳥防壁を。木下さん、いつの間にか手札が3枚になってはい。効果も発揮したけども、門脇さんに受け止められたといったところでしょうか。じゃあ今木下さんの方が逆に手詰まり。スタートステップ。そうなります。ライフ1個なのに門脇さんは。効果使いません。届かないんだ。コアステップ。ですね。歯がゆい。ドローステップ。あ、何回しました。さあ、花回り出てきますね、これ。これ来るんじゃないですか、どんどん畳みかけるように。そうですね。さあ、ハヌマリンですね。猿の十二神をハヌマリン。あ、ハヌマリン出てきました。猿の十二神を出た。ハヌマリン。召喚効果で。これはですね。何ですかこれは。封印します。お互いのアタックステップです。自分の手札のアクセルをコストを支払わずに使用できます。わー。そうした時、手元に置かずコストを支払わずに召喚できます。へえ。ノーコストで。そうするとどうなるかちょっと見ててください。
もう1体はい、ハヌマリンハヌマリンを召喚します。アタックステップに入ります。それの12神をハヌマリンでアタックします。フラッシュはありますか？フラッシュリミテッドバリアを敷いてます。はい。コスト打ち消しありますか？ありません。じゃあこのターンの間、コスト4以上のスピリットアルティメットのアタックで私のライフは減りません。わかりました。何かありますか？こちらのフラッシュ、はい、アクセル発真の火炎ニーラを、アクセルとして使用します。はい、普通 BP が高い方が勝って、低い方が負ける、破壊されるんですが、それを逆転させてます。そしてハヌマリンの効果で、このままニーラをコストを支払わずに召喚までつなぎます。フラッシュはありますか？そして見てください。3コストのスピリットが召喚されました。そのままハヌマリンの効果で。なるほど。リミテッドバリアが通用しない相手です。じゃあどんどん真の火炎ニーラを先ほどと同じくカードを出していけばアクセルの効果を解決した召喚まで召喚しました。フラッシュはないです。では美食の妖精神エクレアシフォンのアクセルの効果で BP すべてを13000マイナスかけます。っていう感じなんですね。下がりますね。そうですね。7000。はい。召喚できるなのでこれは召喚しません。わかりました。はい。フラッシュありますか？効果を受けないデスケース以外は続けてエクレアシフォン、もう一度13000マイナスをかけます。ゼロになったら破壊。今2枚使ってます。つまりこの BP 子は2万6000下げてます。マイナス1万6000が5000です。今2万6000マイナスかかってるので残り5000ですね。フラッシュはないです。ありますか？はいこれです。ヘイの木炎ならをアクセル効果として使用してこの効果でアンドロメダをオープンしておくことで出てくるなあれが手札が増えてしまうてしまいますね。もうやってしまいましたね。増えました。どうぞ。手札が増えた時、はい。マサスト。デッキも減ってますよ。バースト。効果額メタルテル、バースト効果、BP 合計2万まで相手のスピリットを破壊します。どうぞ。破壊対象を考えます。はい。それ召喚するかですね。そうですね。ちょっとそこまでちょっと解決をさせてください。召喚時効果で手元にあるアクセルを持つ緑黄青のスピリットカード好きなだけ戻します。そして奈良の召喚時効果これです。先ほど言った黄色青緑のアクセルを持つスピリットカードをすべて手札に戻します。で召喚されました。手札が増えたのでメタルフェードを宣言します。バースト効果で2万合計まで相手スピリットを破壊できるので3000、6000、1万でそこの3体を破壊したいです。わかりました。で、この効果発揮後、コストを支払わずに召喚条件を満たしているので召喚します。わかりました。レベル5でこっちが今フラッシュを使ってそうですね、バーストですのでフラッシュないです。ありますか？この戦いは長いな。先ほど回収しいやもた。うこのターンで決まります。はい。このターンで決まりますからもう断言します。破壊されました。はい。では次はこれを召喚クリアシフォンの効果で全て破壊します。フラッシュないですよ。ミイラを召喚までアタック中のハヌマーリンからアクセルで使用してそうですね。はい。ごめんなさい。ちょっと手順を読んでませんね。アクセルで使用してハヌマーリンの効果で出ましたと。出ましたね。今アタックをしているものが消えましたが、続けてフラッシュはありますか？フラッシュないです。わかりました。ではこちらもフラッシュはありません。今のバトルは終了。じゃあどうぞ。はい。続けて真の火炎ニーラでアタックします。リミテッドバリアの効果があるのでフラッシュありますか？ないです。以下でなければコスト3。ではそうですね。4以上のスピリットアルティメットでは減らないので。エクレアシフォンのレベル2の効果でお互いの手札のアクセルとマジックカードをコストを支払わずに使用ができます。イリュージョンミラーで効かないのひょっとして。この子は相手の効果を受けないです。軽くケアレスミではスがあるんですが続けてアクセルスターキャンベル、トラッシュのスターキャンベル以外の系統標性操縦を持つスピリットカード3枚を手札に戻します。真の火炎ニーラ、それからヘイの木炎なら、この3体を手札にフラッシュ。イーパナルウィン。はい。
相手のスピリットを全て披露させます。これとこれ。はい。で、ソウルコアが除外されているので自分のこれもはい。それもですね。はい。失礼しました。で、自分のアルティメットにコアが3個増えます。はい。で、さっきレベル5これで3個増えました。わかりました。フラッシュありますか？あります。フラッシュ返し。真の火炎ニラをアクセル効果として使用した後、召喚までつなげます。アタック中のニラからコアを疲労させたんですけど、そしてあれも何もないです。ではこちらも何もないですので、これでどうぞ。終わります。では続けてミイラであれば攻撃できますからね。フラッシュはありますか？ないです。ではちょっとこれ決まっちゃうんじゃないのか？サル同士オンコット、そうですね、アクセル効果でこのターンの間自分の黄色スピリットすべてに黄色のシンボル1つを追加します。今すべてダブルシンボルに変わりました。わかりました。フラッシュはないですよ。ないですか？召喚はしません。はい。続けて7バーリンオンコットを回収してで一般スピリットはないので大丈夫です。フラッシュありますか？ないですよ。もう一回。また出せるんだ。はい、またシンボル3点しします。そうなると全部シンボルフラッシュありますか？ないです。バーリンで回収します。ないです。フラッシュありますか？ないですよ。 4点にします。ないですよ。フラッシュありますか？ないです。どんどん増えてく。クワトロシンボルってやつ。それでバーリンで回収します。ないです。恐ろしい。 5点にします。ないです。ないですか？シンボル5つです。シンボル5つ。ならスピリット1体につきシンボル5つ。さらに1枚7使いました。オープンすることで1枚ドローします。その効果発揮後、ならは召喚までつなげます。もうマジックいらないね。で、召喚時効果でアクセルカードすべて手札にここを1杯回収します。戻しますね。でもう一回もフラッシュはないです。はい。ただこれ以上やるとオーバーキルというやつです。もうすでに5シンボルで揃ってある。意味ないです。フラッシュないです。ブロック宣言までいいですか？どうぞ。邪神王デスピアーズでブロック。邪神王デスピアーズブロック時アタック時効果。相手のソウルコアをトラッシュに置きます。何かありますか？じゃあ今使います。はい、大丈夫です。はい。で、そのまま召喚もします。何もないです。はい。バトル解決まで行っていいですか？お願いします。じゃあ、ニーラの効果で、デスピアーズさんは爆殺されてしまいます。ニーラで5シンボルでアタックします。ないです。申し訳ありません。ライフで受けていいですか？お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。時間かけすぎた。いや、ありがとうございました。どうなることかと思いました。ブラムさんと。いやー、あと1枚。バトスピ。皆さんこんばんは。仮面女子の桜ゆきです。前回のバトルでまーちゃんにボロ負けしてしまいましたので、今日はその反省をしながら作戦会議を練ろうと思います。モアちゃんを想定したこの紫デッキと一人対決しようと思います。よっこいしょ。テストに払ってマーチを召喚、封印、エンドステップ、コアステップ、ドローステップ、テストに払ってフェイクスネーク、エンドステップ、ライフできる。よし、勝った。紫のスピリットのコアをリザーブに置く作戦に乗らないようにと、あと破壊時効果を効かないように疲労させる系のカードを増やしてモアちゃんに勝ちました。モアちゃん、仮想のモアちゃんに勝ちました。これで勝ちます。えいえいおうバトスピニュース。
はい、ここで新デッキ発売のお知らせになります。4月の15日に新たなデッキが2種類登場いたします。2種類も出る。降臨する神王と降臨する竜王となっております。神王と竜王ですからね。強そうとしかね。もう名前からしてね、神と竜ですからね。どっちが強いんだ。強いよ。木山さん、具体的なおすすめカードあったら紹介してもらってもいいでしょうか。はい、わかりました。ではおすすめカードは2枚。はい、知りたい。まずは赤デッキ。はい。降臨する神王に収録されています神聖鳳凰エボルティガ。はい、こちらですね。ドン。これですね。強いですよね。このスピリットは後方撃という必殺技を持っており、降臨中の自分のスピリットがいる時にアタックすれば、自分のデッキを上から2枚オープンし、その中の系統光獣を持つスピリット1体につき相手のライフを1個リザーブに置くことができるんです。またライフを減らすわけですか。また強いですね。光獣が2枚出たらライフが2つドンと。そういうことですね。また強いですね。そしてこのスピリットのアタック後のフラッシュタイミングで攻撃の神王リボルティーガゼロ式、はい、こちら出ましたね。こちらを降臨すれば降臨時の効果砲撃ゼロ式でさらに相手のライフをリザーブに置くことが可能です。最大でね、相手のライフのコア4個リザーブに置ける一撃必殺の強力コンボですよ。強いことしか書いてない。4点はね、本当に警戒しないですからね。まだライフ4つあるなって安心しちゃいますから。そうですよ。油断してるところに4点はさすがにね、でかいです。立ち直れない一生絶対。続いては緑デッキ。降臨する竜王に収録されています、シムルグ皇帝です。シムルグ皇帝、こちらになります。これはイラストもね、かっこいいし強そうですからね。このカードはですね、降臨時効果で相手のスピリットかアルティメットを3体披露させることができます。緑はもう披露させますよ、これは。さらにレベル3のフラッシュ効果は、このスピリットの降臨元カードを破棄することで、疲労状態の相手のスピリットとアルティメット全てをデッキの下に戻してしまう強力な効果があります。嫌なやつだ。デッキの下は一番ダメなんですよ。トラッシュに行ったりすると回収したりするね。緑でね、デッキに戻すとかバウンスつけちゃダメ。強いです。ね、このカードの降臨させ、フラッシュの効果を使うことで相手のフィールドを一掃することも可能です。強い。そして効果の対象がスピリットとアルティメットどちらでも対象に取れる非常に使いやすいカードになっています。アルティメットにも効くんだ。デッキの下に行かせたやついっぱいいるもんね。アルティメット今まで苦労しましたからね、この子がいればアルティメットも怖くないというカードです。ぜひ使っていただきたいですね。はい、ぜひゲット、皆さんもねゲットしてバトルを楽しんでくださいね。お願いします。召喚して相手のバースト1つを破壊します。相手のスピリット1体を破壊します。破壊します。もう勝ちに来る気満々ですね。そうですね。じゃあたまにアタックします。フラッシュありますか？いきなり2個削られましたよ。お互いすごいフィールドコントロールをしていますね。エクストリームカードオープン。出た。このカードはちょっと強すぎませんか？